皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の9月の26日木曜日ですね。時間が日本時間で夜の9時42分、43分ということで、昨日、おとといぐらいから開始の時間をですね、9時に設定しましたんで、43分の遅れということで、遅れたことで、申し訳ありません。今日のワイワイニュースライブは通算で2859回ということです。今のところ音声も映像もですね、問題なく配信されているということですね。で、今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、スウェーデンの高校生環境活動家、グレタ・トゥンベリーさん16歳を個人攻撃することで彼女が世界規模で起こした、気候変動反対運動を破壊する目的のフランスの情報サイトを紹介するということで、これはミルキーさんが紹介してくれたサイトですけど、これを正面から取り上げようということです。ということで今日木曜日の放送を始めたいと思います。で、今言いましたようにワイワイニュースライブの放送開始時間をこれまで8時半ということでずっと言ってきたんですけど、もう到底8時半には開始できないということがはっきりしましたんで、9時に変更しますということです。ですから遅くとも9時半までには開始したいという今日ちょっと十何分遅れましたけど、9時半までですね、9時から9時半の間に、必ず開始しようという決意を持っています。それから昨日の放送のメインテーマですね。昨日水曜でしたんで普通日語放送ですね。日本の大手マスコミが実施する安倍内閣支持率世論調査の結果は全くの嘘であるというのを、普通日語放送したんですね。そしてこれを Facebook 用の表紙にこのように書いていただいたということですね。そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが少ないですね、129名。YouTube が856ですから、2つ合わせて985ということになります。そして、昨日の放送のメインテーマをフランス語のブログ記事にしたものを、サイトにアップしてるんですけど、今日ですね、フランスの調査報道ネット新聞メディアパールに投稿したということなんですね。で、フランス語圏の人により理解しやすいようにですね、タイトルを変更したんですね。そして説明用のサブタイトルを付け加えたということで、タイトルをですね、安倍晋三政権の支持率がなぜ 59% なのかというのがメインタイトルなんですね。そしてサブタイトルとして日本で7年もの悪政を繰り返す安倍政権の支持率がなぜ 59% もあるのかと。この数字は240万部の発行部数を誇る日本の全国紙日経新聞が調査報道した最新の安倍内閣支持率世論調査の結果だと。私は下記に他の日本の大手メディアが行った安倍内閣支持率世論調査の結果をアップしたと。で、全ての数字が異常なほど高支持率なんだということで、昨日の文章に続くということなんですね。そして今日の画像ですけど、例のグレタ・トゥンベリーさんが今年の8月ですよね、スイスのローザンヌで、気候変動サミットっていうのが1週間の予定で行われたらしいんですね。でそれに彼女が電車で、
来たということで、スイスインフォというスイスの公共放送のフランス語圏のテレビに出てですね、インタビューを受けたんですね。その画像ですね、今年の8月ですね。それで隣にいる人はスイス人のノーベル化学受賞者のジャック・デュポンさんということなんです。で、今日のメインテーマで、このスイスインフォの記事を該当記事として、取り上げたんですけど、この記事の中に彼女がインタビューを受けている映像があるんですね。ということで、彼女に対する、批判があるということに対して彼女が答えてるんですね。要するに両親の言われるままにやってんじゃないかと、あるいはあまりにも短絡的な行動じゃないかと、あるいは彼女が自閉症を患ってんじゃないかっていう、彼女自身のあるいは体に関する抽象があったということなんですけど、特に彼女がインタビューで答えてるのはですね、あなたが騙され利用されているという人がいますがどうですかと。で彼女が答えてるんですね。おかしなことだと思いますと。16歳はほぼ大人ですと。もちろん自分で考えることができますと。そういう人たちがいることはある意味悲しいことですと。例えば私が家事を指さして何かしなきゃと呼びかけたとしますねと。周りの人たちは私ではなく家事に目を向けるべきだと思うんですと。そうなんですよね。家事だって叫んで家事を鎮火させるっていう方にみんなが注目すべきなのに、家事だと叫んだ私に対して批判してると、違うんじゃないですかっていう、まさに真っ当な彼女の答えなんですね。で司会者が一部の人たちがこれが環境活動家や左派の人たちのものだと言ってますが、右派の人たちもあなたと共同できるでしょうかと聞いたんですね。そうするとトゥンベリーさんは、できない理由はありますかと。私は意思の疎通を図ろうとしているだけですと。現状の自然科学に基づいて行動しているだけですと。イデオロギーとは関係ありませんと。これで彼女の答え全てわかると思うんですね。やはりかなり聡明な人ですよね。16歳ですよ。ということですね。何でしたっけ。画像ですね。から今日の2つ目の画像が安倍の国連演説、9月20日にやったらしいんですけど、ネットで見る限り、安倍の国連演説の映像は全て、安倍のアップ写真しか撮ってないんですね。で、国連総会の会場に彼の話を聞きに来てる人がどれほどいるのかということで、去年ですかね、同じように、安倍が国連総会で演説したんですけど、その時は全体の中での彼が演説しているという映像が出てたんですけど、今回ほとんど出てないんですね。で見つけたんですね。で見つけたのがこういうことで、安倍が演説してるほとんど人がいないということで、前年と同じなんですね。だから日本向けの日本の大手マスコミが報道する映像は
あたかも、国連総会に彼の話をたくさんの人が聞きに来てるという雰囲気を出すために、アップの映像しか出してないですけど、実はこの程度なんですよ。去年と全く同じ。完全に、無視されていると。要するにろくでもないことをただ官僚が書いた演説文を読むだけでしょということなんですね。ほとんど誰もいないと。これが現実ですよ。日本のマスコミが国民を騙すためにやらせをしているということでしょう。これが2つ目で、3つ目がこれか、今日のメインテーマの中で、取り上げますけど、いわゆる過激派アナキスト集団というのはですね、ブラックブロックっていうのがいるんですよ。これ前面に出てるんですが、これ、ジレ・ジョーンズの黄色い、ベスト運動の先頭に立って、このように黒装束のアナキストたちが機動隊に石を投げたり火炎瓶を投げたりして挑発するわけですよね。そして、同じパリで、気候変動反対運動の平和的なデモの方に、入り込んでですね、同じように暴力的に機動隊に対抗していくということを1000人ぐらいのアナキストたちがいるらしいんですね。毎回暴れてるんですよ。で、何のためかというのはもう明快ですよね。いわゆる平和的あるいは市民的なこのような黄色いベスト運動とか、あるいは気候変動反対運動があたかも暴力的なデモであるというような事件化をしてですね、いわゆる一般国民の反感を誘い出して、運動自体を潰していくという目的を持ってるんですね、彼らはね。だからプロですよ。金が出てるんですよ。だから全く同じような背景を、今日のメインテーマで取り上げますけど、いわゆるフランスのシークレットニュースというサイトがそれなんですよね。ですから同じような役割があるんだろうと。もともといわゆる個人とか市民レベルで、不条理に対して立ち上がった人たちの運動の正当性に疑問をかけるような暴力的あるいはこのトゥーンベリーさんの場合は近親相関の中で生まれた子供だというようなことを言ってるんですね。で、本来だったらこんなサイトのことは取り上げないんですけど、でもこういうサイトがいわゆる暴略的なサイトであるということをやはり知るべきだと思ってあえて今回取り上げるんですね。ということです。それからそうですね、ブレグジットで頑くなにですね合意なき、離脱 EU 離脱を強行しようとしているジョンソンイギリス首相、10月31日ですからもう1ヶ月ちょっとなんですけど、この彼の背後にいてですね、特別顧問というのがいいんですよ。ドミニック・カミングスという正体不明の彼が特別顧問として、ジョンソンにさまざまな入れ知恵をしているという、これフランスのル・モンド紙が撮った写真なんですね。で、彼が首相官邸に出入りしているという画像なんですね。で、彼がいわゆる天才的な戦略家なのかと、あるいは単なる、何ですか、首相にデマを吹き込んだデマゴギーなのかというところを、ル・モンドが
記事にしてるんですね。ということで今日は盛りだくさんなんですね。ということで今までのところをアップしますね。昨日の仏日語放送のテーマ、これマイナス3か。安倍内閣支持率調査、日本の大手マスコミが行う安倍内閣支持率調査の数字は全くの大嘘だと、こういうのを、普通日語放送でテーマとして取り上げたんですね。それの YouTube 向けの表紙をご覧いただき、そして、現時点での視聴者数が約1000名というところですね。それからそっか。そして、私はフランス語のブログ記事を、メディアパールという、定期購読しているフランスの調査専門ネット新聞に投稿したんですね。メディアパールですね。それで、フランス語圏の人により分かりやすいようにですね、タイトルを変えたんですね。短くしたんですね。安倍晋三首相の支持率がなぜ 59% なのかと。マクロンの支持率、最近の分かんないですけど、25% ぐらいじゃないですか。たった2年ぐらいしかやってないんですよね。安倍は7年もやってる。普通7年もやればどんどん下がっていくんですよね。だからもう完全に捏造だというのがバレバレですよね。そして、サブタイトルとして、日本語のところはですね、7年もの悪行を繰り返す安倍晋三政権がなぜ 59% なのと。ありえないじゃないかというところですよね。でこの数字は240万部毎日発行する全国紙日経新聞社が調査し報道した安倍内閣支持率だと。それで、他の日本の大手メディアが同じような支持率調査をして発表したリストを私はアップしたと。で全て、日本の大手マスコミの安倍内閣支持率は異常なほど高いということなんですね。異常なんですよこれ。日本にいると異常じゃないかもしれないけど、海外からいると異常なんですよこれね。ということですね。で今日の画像ですね。これはローザンドでの気候変動サミットに出席したグレタ・トゥーンベリーさんとノーベル化学賞のジャック・デュプロンさん、これが対談してるんですね。彼女は英語で答えてるんですね。フランス語放送です。スイス
スイスインフォ LTL っていうのかな、スイスのフランス語圏のテレビですね。それから安倍の国連総会、誰も聞いてないという、日本のマスコミの報道だけだとあたかも大演説をしているような印象を与えてますけど、誰も聞いてないと、毎度のことなんですよ。壮大な無駄なんですよ。あれどっか行っちゃったな。これだ、これスカスカですよ。これそれからフランスの黄色いベスト運動とか気候変動反対運動に、分け入ってですね、デモを暴徒化させるという謎の集団ですね。過激派アナーキスト集団ブラックブロックと、こういうものが暴れまくっているという写真ですね。そして、4枚目がブレグジットを強行すると、合意なき離脱に向けて、迷走っていうんですかね、爆走っていうんですかね、しているジョンソンの後ろにいて、入れ知恵をしているというのがこのドミニック・カミングという特別補佐、特別顧問か、ル・モンドの記事ということです。そして昨日、放送の中では紹介できなかったんですけど、グレタ・トゥーンベリさんが去年毎週金曜日学校授業を抜け出して、ストックホルムにある国会の前で一人でですね、気候変動反対ストライキというのを始めた時の写真なんですね。でそれが全世界に伝わって、大きな世界各地で気候変動反対キャンペーンというのが行われるようになってということなんですね。今日の映像ですね。皆さんからの石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですと。イルミナティ、研究会さん、コンティニューコイン2枚ですね。石森さん、お茶配信ありがとうございます。からのこのこさん、お茶爆10ですね。K さん、令和新選組東京。前回の安倍晋三首相演説時に一生懸命に内容を筆記してたのは北朝鮮の担当者でしたと。あ、そうなんだ。土山純さんがお茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。から砂ずきんさんが毎度初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は
情報の拡散共有ご賛同なるツイッター連携で、協力お願いしますということですね。からスウェーデンの高校生グレタさん16歳を個人攻撃すること、今日のメインテーマですね。砂時さん、初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコイン6枚ですかね。6枚ですね。ありがとうございます。配信ありがとうございます。初耳さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。からちょっと玄東院さん、玄馬院さん、山崎先生、私は服部さんにはブロックされましたが、アメブロの Q アノンのブログはグレタさんのことはだんまりを決め込んでいますと。どういうことかよく分かんないですけどね。要するにグレタさんに対するのことはだんまりを決め込んでると。だから彼女は怪しいということは黙ってるってことなんですかね。K さんコンティニューコイン、キララカットさんコンティニューコイン2枚ですね。からミルキーさん、放送前ですね。走行税の導入が進んでいるようですと、1キロ走るごとに5円との方針のようですと。年間1000キロで5000円、5円かける1000で5万円と1万キロと、明らかに負担増と、消費税、これはフランスの話なんですかね、日本の話なんですかね。10% プラスだから日本の話で、こんな話は今のところ私聞いてないですね。どこの情報なんですかね。ありえますよね。いわゆる CO2 削減のために、走行税を取りますと突然言うんじゃないですか、安倍は。そのために解散しますっていう、解散の大義名分にするかもしれないですね。一応ね、何でも今探してるんですよね。ということです。そして、今日の映像ですね。今日の映像はスイスインフォの記事の中に出てきます2つのインタビューですね。特に最初のグレタ・トゥーンベリさん、私は騙されてないという、これは必見なんですよね。ですからぜひご覧ください。記事の中に映像が埋め込まれてて、日本語の字幕がついてるんですね。そして2つ目の映像インタビューは先ほど画像でお見せしたノーベル化学賞のジュポンさんと、それからトゥンベリーさんのジュポンさんがトゥンベリーさんについて語ってるんですね。2人の対談じゃなくて、ジュポンさんが絶賛してるんですよね、トゥンベリーさんの動きを。ということです。この URL で、記事が出てきますんで、記事の中に2つのインタビュー映像が埋め込まれてますんで、三角形のところをクリックすると字幕付きで、映像が見れるというところです。で、今日の注目情報ですね。これはれいわ新選組の金融に詳しい大西恒樹さんが山口県の萩市で講演したということで、長州新聞が詳しく記事化してるんですね。これぜひお読みください。やはり金融に関して金融っていうのは隠されてるってことと、それからどっから金融の話していいかなかなか分かんないと。だから金融の話を
いわゆる現在の金融システムはおかしいんだっていう前提で話す人と、から現在の金融システムを前提にしてああだこうだ言う人と、ほとんどの人が金融システム自体はそのままにして改善するという立場でしか言ってないんですね。金融システム根本的におかしいんだよと。今の信用創造とか信用創造特権が独占されてるとか、あるいは日銀が通貨発行権を独占してるとか、政府が国債発行権を独占してるとか、民間銀行が預金者の預金の 1% を中央銀行に預託するだけでですね、 100倍の信用創造が生まれるとかですね、あるいは金利自体は金持ちと銀行を永遠に、金が金を生むというシステムは永遠に声を太らせるというもんだという視点での話をする人は今まで誰もいなかったんですけど、やはりこの大西さんが全国を回ってですね、この話をし始めたっていうのは非常に大きいですね。でこの記事の中で、おそらく大西さんまだ問題化されてないと思うんですけど、いわゆる200兆円規模の歳出規模がある特別会計、このことをぜひ大西さんも取り上げてもらいたいというふうに思いますね。桃太郎さん、大手メディアの支持率は小選挙区的であり、実態を表してないと。支持率にも名目と実質との2つが必要と。実質支持率は支持率から不支持率を引いた数字が良いと思いと。例として支持率 50% で不支持率が57、ゼロと、実質ゼロということなんですかね。K さん、NHK のクローズアップ現代で取り上げていますと。地球温暖化と。そうなんだ。ということで、今日の注目情報ですね。長州新聞というのは非常に山本太郎の全国ツアーが始まったということでかなり詳しく北海道での全国ツアーの模様もですね、明日取り上げようと思うんですけどね、注目情報として長州新聞なかなか頑張ってますよねということです。そして今日の推奨本ですね、これですね、ジム・ロジャースさんの日本への警告ということで、今日は第26回目の朗読、第2章、日本人が今克服すべき課題として、未来を読むため歴史を学ぶという今日も3ページのところですね、読みますね。未来を読むために歴史に学ぶと、未来の新聞が読めたら誰でも大金持ちになれると。そう、どんな未来であっても先読みすることができれば成功を収めることができるのだと。本書ではここまで日本の暗い見通しについて記したわけだが、こうした未来を読み受け入れることができた日本人には明るい未来が訪れる可能性があると。私が若い頃に働いていた会社の上司はある時朝刊を読みながら、ジム、場が開いたらこの株が10万株何々ドルで売りに出ているだろうからその銘柄を買っておいてくれと私に言ったと。場が開くと上司が言った通りの株数と値段で売り注文が出ていたことに驚いたと。その上司は短期売買の天才だったのだと。ただ新聞を読んだだけでこれから何が起ころうとしているのかをほぼ正確に把握していたと。残念ながら私はその上司のような特殊能力は持ってないと。世の中には短期売買が得意な人もいるが、私には当てはまらないようだと。しかし長期的な変化を捉えることにかけては自信があると。私の場合、歴史や哲学を学び興味を持ち続けてきたことで、将来どのような変化が起きるのかを長期的に予想することができると。誰でも歴史を知れば全てのことが分かって、ことがかつて起きていたという事実が分かるはずだと。
歴史は常に世界について多くのことを私に教えてくれると。私たちが新しいと思っていることもギリシャやローマの歴史を読むと同じようなことがあったことに気づくと。2000年以上も前にプラトンが書いた本が21世紀の日本やアメリカで起きる変化を捉える手がかりになることもあるのだと。なぜ歴史は繰り返されるのかと。過去も現在もそこで未来も私たち人間はほとんど変わっていないからだと。プラトンはもちろん日本に行ったことはなく、彼が生きた時代にはインターネットもテレビもなかったが、プラトンの同時代の人たちも今の私たちと全く同じように心臓を持ち、食べ物を食べ、嫉妬する。時に人はヒステリーを起こし、政治家は大抵判断を誤ると。今起きている問題も1000年後の人間から見ればまたこれも繰り返しだと思われるだろうと。その一方で、物事は変化するということも歴史から学ぶことができると。自分ではどんなに分かっているつもりでも今から15年後にはそれは当てはまらなくなるもんだと。1900年の常識は1915年に当てはまらず、1930年に知られていたことが1945年には まるで当てはまらないと。そして今私たちが考えていることは2034年には何もかも違っているはずだ。こうした大きな変化を捉えることで現在何が起きているか、そしてこれから何が起きるのかをうまく見つけ出せるようになると。最も若い頃の私は歴史に興味こそ持っていたが、未来を先読みする視点は備わっていなかった。だからこそ伝統校であるオックスフォードの大学院に行ったわけだと。私がもっと賢明であったのなら中国の学校に行っていたことだろうと。実際は文化大革命のため中国への留学は難しかったと思うが、少なくとも当時アジアの学校に行っていたなら今よりも金持ちになっていたはずだと。私がオックスフォードで学んだ歴史が生かされたのはウォール街の投資業界で働き始めてからのことだと。お金の動きも歴史上繰り返されることに気づいたことがきっかけだったと。以来私は数十年にわたってアメリカやヨーロッパのみならず日本や中国などアジアその他の地域の歴史を学んできたと。こういう話をするとどこの国の歴史を学べばいいか、どんな歴史書が最も優れているのかとなると聞かれるが、そのような問いはナンセンスだと。一口に歴史といっても欧米から見た歴史だけでなくアジアアフリカなどから見た歴史もあり、経済史や政治史というくくりもあると。こうしたさまざまな切り口の歴史はパズルのピースのようなものだ。これを見てこれを組み立てると頭の中に世界という3次元パズルが完成する。だからどんな歴史でも知っておくといい。できる限りいろんな国の歴史を、そうすれば世界の姿、そして日本の姿、真の姿が見えてくるというところですね。今日のところです。で、明日が今日25回目か、26回目。世界を旅し変化を肌で感じるというところです。哲学と歴史って確かにそうですね。一番重要じゃないですかね。ということです。中半3193コンティニューコインですね。はい。それで今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ。スウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリーさん16歳を個人攻撃することで、彼女が世界規模で起こした気候変動反対運動を破壊する目的のフランスの謀略サイトを紹介するというのが今日のメインテーマですね。で、本来であれば私はこんな人間の尊厳を踏みにじるおぞましいサイト記事は絶対に取り上げないが、あえて今回ここに取り上げることにしたと。で、なぜならばこのフランス語サイトシークレットニュースは一見反ニューワールドオーダー、反 NWO、反イルミナティ、反ロシアイドを装ってるが、その正体はグレタ・トゥンベリーさんの真偽不明の個人情報を暴露することで彼女が一人で開始し、
瞬く間に世界中の共感を得て広がった気候変動反対運動の正当性に傷をつけて、運動自体を破壊する目的を持つ危険な謀略サイトだからだと。これが私の判断なんですね。で、このサイト、シークレットニュースっていうんですね。これの8月28日付、博愛主義者のユダヤ系米国大富豪には自慢の孫があると。その孫が彼女なんですね。で、フランス語で訳したところです。若いエコロジー活動家グレタ・トゥンベリー自身の情報は遮断されていると。極右勢力から最も嫌われている大富豪、これジョージュ・ソロスのことを言ってるんですね。昨日101歳の誕生日を祝ったと。若い娘はこの祖父にパピーお誕生日おめでとうのお祝いのコメントをつけて写真を送ったと。このコメントはジョルジュ・ソロスによってすぐに削除されたが、インターネットユーザーの警戒網からは逃れられなかったと。で、近親相関の生まれということで、101歳を迎えたハンガリーユダヤ出身の米国人大富豪はグレタ・トゥンベリーの直系の親族であると。二重の意味で直系である。なぜならば家族に近い人の情報だと、グレタ・トゥンベリーはジョルジュ・ソロスの子供たちの近親相関から生まれたからだと。グレタ・トゥンベリーの両親はジョージュ・ソロスの弟と妹であり、彼らはもう一人娘がいると。その妹は気候変動回避派ではないので話題にならないと。で、環境活動家の豪華な生活は全て唯一ダブルの祖父によって財政支援に支えられ、エコロジーは大量難民流入、国民のイスラム強化、新世界秩序実現加速のための単なる口実でしかないことは今や明白であると。こういう内容なんですね、これね。で、写真が載ってるんですよ。ジョージュ・ソロスと思われる人物と、それからグレタ・トゥンベリーと思われる少女、こういう写真がこのサイトに載ってるんですね。で、私はこのサイトを運営している人間たちは決して顔を出して実名も名乗らないと。私は匿名の情報発信には注意して信用しないことにしているということなんですね。で、このサイトを運営している人間たちはフランスの過激派アナキスト集団ブラックブロックとよく似ていると。彼らは反マクロンの非暴力運動、黄色いベスト運動や平和的な気候変動デモに入り込んで、わざと機動隊を挑発して暴力事件に発展させ、非暴力平和デモを暴力デモに仕立てて、一般国民の反感を買って運動自体を破壊する目的を持ってんだという、それと同じ役割を持ってんだというのが私の見立てなんですね。で、スイスの国営放送スイスインフォが8月8日に配信した映像付き記事、ローザンの気候変動サミット環境活動家グレタ・トゥンベリーさん自身への批判に心境を語るを以下に取り上げると。この記事の中でフランス語放送 RTS の映像の中でトゥンベリーさんが自身に向けられた批判や中傷に対して彼女は次のように答えているということで、一部私は字幕から取った彼女のやり取りですね。司会者と彼女の司会者があなたが騙され利用されているという人もいますがと聞いたんですね。で、グレタ・トゥンベリーさんがおかしなことだと思いますと。16歳はほぼ大人ですと。もちろん自分で考えることができますと。そういう人たちがいることはある意味悲しいことですと。
例えば私が家事を指さして何かしなきゃと呼びかけたとしますねと。周りの人たちは私ではなく家事に目を向けるべきだと思うんですと。司会者、一部の人たちはこれが環境活動家や左派の人たちのものだと言っていますがと。右派の人たちもあなたと共同できるでしょうかと。で、彼女ですね、トゥンベリーさん。できない理由はありますかと逆に聞いたんですね。私は意思の疎通を図ろうとしているだけですと。現在の自然科学に基づいて行動しているだけですと。イデオロギーと関係ありませんと。こういうふうに立派に答えてるんですね。そして、該当記事として、ローザンヌ気候変動サミット環境活動家グレタ・トゥンベリーさん自身への批判に心境を語るというスイスインフォの8月8日付の記事の全文を該当記事としてアップしたというのが今日のメインテーマですね。ということで、ポイントだけアップしますね。だから彼女がジョージ・ソロスの兄弟の近親相関から生まれてきたんだという真偽を確かめることがほぼ不可能な個人情報ですね。16歳の少女に対して、暴露するかって言うんですよね。いくらジョージ・ソロスがイルミナティだと、あるいはニューワールドオーダーの推進者だと、あるいはロスチャイルド国際金融マフィアの一員だということで彼を批判するのは分かりますけど、彼女をジョージ・ソロスの孫だと、しかも近親相関の中から生まれた孫なんだということをですね、このサイトは暴露しているということで、許されないですよね。だからこういうサイトを運営している人間というのは決して実名も出さないし顔もさらさないと。匿名でこのような検証不可能なですね、ありえそうでありえない、あるいはこういう画像っていうのはどうでも作れるんですよね。あるいは真実かもしれないですけど検証不可能ですよ。で、検証不可能な情報をあたかも真実のような形で匿名情報として載せると、シークレットニュースだということをやる人間がいるっていうのは私は許せないということですね。だからこういう暴略的なサイトに惑わされちゃいけないよというのが今日のメインテーマの趣旨です。で、本来であればこんな人間の尊厳を踏みにじるおぞましいサイトっていうのは絶対取り上げないんですね。私は無視すると。でもこのことは放っておけないと。砂月にさ、かつての小沢鳩山バッシング、山本太郎潰しにそっくりですねという、そういうことですね。ヘチさん、今の写真、本来はアルゴアのツーショットだという情報がありますと。そうなんだ。だからこんなのもう今の技術だと簡単に捏造できるんですよ。ヘチさん、その写真もネット上でツイッターで流れてましたと。そうでしょうね。だから彼女に対する個人情報をいわゆるソロスに踊らされてんだと。ソロスのニューワールドオーダー実現のために彼女は駒として使われてんだと
というふうに誘導したいんでしょ。だから彼女は私は16歳です、十分大人ですと、自分の頭で判断できますと、その一言でいいんでしょうね、答えはね。ということでなぜならばですね、このフランス語のサイトシークレットニュースは一見反ニューワールドオーダー、イルミナティ反イルミナティ反ロシアを装ってるが、その正体はグレタ・トゥーンベリーさんの、ここまでで一旦切りますね。真偽不明の個人情報を暴露することで、彼女が一人で開始し、瞬く間に、世界中の共感を得て広がった気候変動反対運動の正当性に傷をつけると。で運動自体を破壊するという目的を持っている謀略サイトだというふうに私は見てますよね。要するに、彼女が訴えている気候変動の異常な CO2 の排出による異常な気候変動があるということに目を向けんじゃなくて、彼女の方に目を向けさせるということでしょうね。スピンアウトでしょうね。謀略サイトだと。それで、このサイトハンガリー出身のユダヤ系大富豪アメリカ人には自慢の孫がいるというタイトルですね。ヘチさん、私が2つの写真を並べてつぶやいたものですという。そうなんだ。あれ、それの URL ですね。それで文章ですね。若いエコロジー活動家グレタ・トゥンベリー自身の情報は遮断されていると。極右勢力から最も嫌われている大富豪は昨日101歳の誕生を祝ったと。誕生、あれ全部消えちゃった。誕生祝ったと。
若い娘はこの祖父に、パピーお誕生日おめでとうのコメントをつけた写真を送ったと。このコメントはすぐに削除されたが、ネットユーザーの警戒網からは逃れられなかったと。で101歳を迎えたハンガリー出身のユダヤ人夫婦はグレタ・ドゥンベリの直系の親族であると。二重の意味で直系だ。なぜならばここで切りますかね。家族に近い人の情報だと、グレタ・トゥンベリーはジョージ・ソロスの子供たちの親近相関から生まれたんだと。よく言うよって言うんだね、こんなこと。グレタ・トゥンベリーの両親はジョージ・ソロスの弟と妹であり、彼らはもう一人の娘がいると。その娘は気候変動懐疑派ではないので話題にならないんだと。もっともらしいこと言うんだね。でこの妹のこともですね、別の記事で暴露してるんですよね、写真付きで。で環境活動家の豪華な生活は全て、唯一ダブルの祖父によって財政支援に支えられ、エコロジーは大量移民流入、国民のイスラム教化、新世界秩序の実現加速のために単なる口実でしかないことは今や明白であるという決めつけてるんですね。これはもうイエローペーパーどころじゃないですね。これもう完全に謀略サイトですよね。こういうのは相手にしない方がいいですよ、本当。でこのサイトを運営している人間は決して顔を出さないと、実名も名乗らないと。で私はそういうふうな匿名サイトの情報に関しては注意して絶対信用しないと。懐疑的なんですね。無責任ですよね。検証不可能ですからね。このサイトを運営している人間たちはフランスの過激派アナキリストブラックブロックとよく似てると。でブラックっていうのはブラックブロックかは、彼らは反マクロンの非暴力運動、黄色いベスト運動や平和的な気候変動抗議デモに入り込むと。そしてわざと機動隊を挑発して暴力事件に発展させると。で非暴力平和デモを暴力デモに仕立てて一般国民の反感を募って、運動自体を潰すという謀略部隊なんですね、これね。金が出てるんですよね。それと同じだと、このサイトは。でスイスの国営放送スイスインフォが8月8日に配信した映像付き、記事、ローザンヌ気候変動サミット環境活動家グレタ・トゥンベリーさん自身への批判に心境を語るを以下に取り上げるということなんですね。でこの記事の中でフランス語放送 RTS の映像の中でトゥンベリーさん自身に向けられた批判や中傷に対して彼女は次のように答えていると。でサイダリアさん
お茶が3杯ですね。ありがとうございます。から、K さん、日本は地殻、地熱発電、洋上も利用した風力発電、太陽光発電、水の流れを利用した小水力発電に、組み合わせで十分な電力発電が可能であると思われると。溜め込めない電力もリチウム電池の、発電で可能と。原発が止まったら排水地域の越前クラブの激減、魚も戻ってくるということですかね。そういう謀略部隊は香港とか沖縄辺野古とかどこにもいるんでしょうね。いますよ。だから僕らのもう1970年代の全共闘運動、その後のいわゆる内ゲバなんかもそういう謀略部隊が入り込んでやったんでしょうね。その当時何にも僕らそういう謀略部隊仕組まれてんだということを全然気がつかないんですけど、もう彼らは経験豊富ですからね、ちゃんといわゆる学生運動が自滅するように、お互いが内ゲバで殺し合うように仕向けたということでしょう。だから組織の内部に入り込むんですよね。戦前のスパイが共産党の中央委員まで入り込んでたというのと同じでしょう。で、どういう会話があったのかと。司会者、あなたが騙され利用されていることという人もいますがと、おかしなことだと思いますと。私16歳大人ですと、ほぼ大人ですと、もちろん自分で考えることができますと。そういう人たちがいることはある意味悲しいことですと。で、例えば私が家事を指さして何かしなかと呼びかけたとしますねと。前の人たちは私ではなく家事に目を向けるべきだと思うんですと。そういうことですよね。CO2 の排出をいかに制限するかという方がよっぽど私を非難するよりもそっちの方に目を向けるべきでしょと。司会者、一部の人たちはこれが環境活動家や左翼の人たちのものだと言っています。右翼の人たちとあなたと共同できますかと。トゥンベリーさん、できない理由はありますかと。私は意思の疎通を図ろうとしているだけですと。現状の自然科学に基づいて行動してるんです。イデオロギーとは関係ありませんと。だから左翼とか右翼は関係ありませんと。ということですね。そして、該当記事ですね。この該当記事の URL を今、スイスインフォ。スイスインフォっていうのはなかなかいい媒体ですね。日本の NHK とえらい違いますね。これが URL です。これ8月の8日に配信されて、再度今彼女が国連で演説したということで、話題になってますんで、再掲したんですよね。ということです。
今日のメインテーマはこういうことです。1時間5分ですね、21秒。55名様、全部で193名様、コメント57件ということですね。そして今日のトピックス、トランプ、バイデン氏調査ウクライナに依頼と、記録公開と、ホワイトハウスが公開したんですね。で、認めてんですね。バイデン副大統領が、来年のおそらく自分の太鼓判になるだろうという前提で、バイデン潰しのためにウクライナ、息子がウクライナにいて、ウクライナの国営企業のなんか理事かなんかしているということで、息子の不正を暴こうとしたウクライナの検察官に対して、バイデンが副大統領の時に圧力かけて、その検察官を辞めさせようとしてたというスキャンダルをですね、トランプはウクライナの新しい大統領に調査してくれれば非常にありがたいということで、実際はおそらくウクライナに対する軍事支援、をちらつかせたんでしょうね。あいつは常にディールですからね。これは来年の彼はダメになるでしょうね。たとえ下院で弾劾の決議が通っても、上院で共和党が有利ですから、弾劾の決議はされないけれど、彼の信頼はもう失墜するということで、彼の再選はないでしょうね、おそらくね。サイダリアさん、お茶ですね。さっき読みましたね。これが最初です。そして2つ目が地球温暖化による急激な海面上昇に警告と、国連 IPCC 報告書ということですね。海面上昇がひどいということで水没しちゃってる。それとモンブランの氷が崩壊危機と、25万トンだと、猛暑の影響と。これは時事通信ですね。25万トンですって。だからそうですね、猛暑がすごいと、あるいは台風の規模がもう連続して低気圧の大型台風が襲ってきますよね。あるいは47度の猛暑が襲うと、ヨーロッパでとうとうの異常気象が、結局 CO2 の排出が地球温暖化をしているというのは事実でしょうね。地球全体は寒冷化に向かっているというのは確かなんですけど、でも人間が生産活動する中で大量に出している CO2 が地球を温暖化させて異常気象を発生させている。ハリケーンなんかもそうでしょうね。台風、ハリケーン、山火事、猛暑から豪雨、高橋三平さん、コンティニューコインですね。2枚ですね。砂月さん、息子とウクライナのネオナチの関係があれば、当然、バイデンも関与してるでしょうと。だからバイデン自身があれなんでしょうね。もう古いんですよね。76かなんかのじじいですから、もうやめた方がいいんですよ。サンダースか、あるいは女性の誰でしたっけ、いわゆるリベラルか左派、本格的なリベラルあるいは左派が
民主党の大統領候補になって、トランプを打倒するという方向性が正しいんでしょうね。から同じインドネシアで森林火災と大気汚染が子ども1000万人に健康リスクだということで、これは焼け畑農業で、いわゆる密林を伐採するの面倒だから火つけて燃やしてその後農地にする、あるいは牧場にする等々で、放火されてるんですよね。アマゾンもそうですよね。から補助金取りやめ、係争処理委員会で理由聞くということで、大村知事例の愛知トリエンナーレ2019の企画展表現の不自由点その後と、それを彼は形を変えて再開したいというふうに思ってるんですね。でそれに対して安倍は萩生田が文科大臣になった途端ですね、文化庁からの補助金7000万円を支払いをやめたという、早速ろくでもないことを萩生田はしているということですね。でその萩生田が自分で中止したんだと言って記者会見してると。とんでもないやつで、あいつは権力犯罪の安倍と同じぐらいの犯罪者でしょ。日本会議ですよ、八王子の日本青年会議所の会頭かなんかやってる。日本青年会議所っていうのは日本会議の巣窟ですよね。全国組織ですからね。そして、今日の重要情報はこの萩生田の金の疑惑2つ連続だと1600万の違法献金が発覚したというリテラですね。マイナス7。ということですね。時間が1時間12分だから73分30秒ですね。視聴されている方が同時刻で56名様、全体で216名様、コメント数が67件ということです。で今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですねいただきましてありがとうございました。ということで現在日本時間の夜の10時56分11時ですね。ということで今日の木曜日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。また明日ですね、明日9時から9時半の間に開始するということで、またよろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。終わります。